ゃうんすよね、泥食ってるから。切ってもらいたいけど傷はなさそうですが、ちょっと泥吐いてちょうだい。あの彼にはなんとか生き延びてもらいたい。なんか今見えましたけど、ボスですがやりました。おお、グー。なんとこのクソ寒いのに朝一からカニ3つ。さっきの爪にかかってたやつは生きてるでしょうか。おお、元気。泥吐いてくれたんでしょう。なんと3つ。年末にこれはちょっと素晴らしすぎますね。あとはエビすごいですね、本当に。ちょっと今日は刺身で食べてみてくださいって言われたので、刺身で食べてみましょうかね。甘エビをちょっと魚市場であれば買って食べ比べてみましょう。20分で寄れるかなこれ。だら多ければいいですけど、どうもここは芝エビの方が多いようなので、ちょっと移動しながらやっていきたいと思います。まあ小エビって言っても大きいですけどね、十分これ持って帰ったらびっくりするぐらいでかいですよね、家で見たら。夫婦言うてますけど、芝エビもう弱いんで、芝エビ弱いんで、もう寄りながら死んじゃってますね、本当に。寒さでもう寄りながら死んじゃってる。破死状態かもしれませんけどね。取ったらすぐ負ける。エビはこれがしんどいですよね。今度は大ラギっすね。でしたらおかずです。もうカニはおらんでしょうね。だいたい朝1番目でどこやっても何回いたりするんだね、いいの。おっと、おれよ。やっぱり寄島の港のすぐ沖ですから、もう魚は小さいのばっかりですね。拾えるし、拾えん、こうもう12月の終わりでまだヤワラいるんですよ。恐ろしいですよ。まだ脱皮してるってことですよね。それが恐ろしい。だいたい寄島が何でも産卵場なんでね、寄島とか高橋川がカニとか、あとさっきひらめいたこっち言いましたけど、他側はやっぱちっちゃいのばっかりですね。ここ数年前平家ガニうじゃうじゃいたんですけど減りましたね。こちらはキメンガニ、こっちもメバチゴチですけど、自分たちはワニゴチとか言ってメバチゴチとか言ってますけど、イネゴチですね。こんなのちっちゃいのばっかりです。よいしょ。フグさえもよいしょ。せめてワイヤー調節がないところやりゃいいんですけどね。よいしょ。高低差があるんでワイヤー調節
が出てくるのか、丘についてるのがはってここまで出てくるのか、何なんでしょうね。最近急に増えたんですよね、ここ1週間で。一つは台湾火山です。ちょっと移動してみたんですけど、逆に芝居病いい。これはまたしてもちょっと移動しながらまだ多いとこ探した方が良さそうです。海サボテン、ちょっとほんと休憩がなさすぎますね、これは。どえらいもんがもう、ほんまどえらい。どえらすぎる。影だだみたいな。素晴らしい。高いもんにさっきの方に行こうったのかな。2つかな。海のせいなんかどうかは分からないですけど、やっぱこことかここではいませんね。これは小さすぎです。まあ、出してもエビまみれは一緒で、ただちょっとエビが大きい。おかよし。魚らしい魚がやっと一つ。最後はもうエビのいないところで、硬い方ですね。砂地の手前です。エビはダベの方です。危ない。硬い方これいるんですよね。もう油断してました。エビのことばっかり言ってたんで。
したが、まあよしとしましょう。よいしょ。ちょいキブ惜しい。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。ビジポンママ全然来ませんので、カニです。台湾とか石ガニも入ってます。他出したら他やったんでちょっと小さいですね。まあただ12月に取れることがまあ嬉しいことです。やっと来ました。一生懸命エビ拾ったので、はい、魚は少なめ。はい、もうエビがしんどかったですわ。お疲れ様です。本当にしんどかった。まあただ魚が少ないのは、エビ拾ったからというかもう腰用だからです。よいしょ。チームおる。今日これだけ？選ぶもなんと撮影2回連続取れませんで、甘エビ買っていただけました？はい。あった。なんとまああるのはあるけどな。なんかこれを刺身で食べてみてくださいみたいな芝エビコメントありましたので、芝エビというかエビ3種、甘エビと比べてみてくださいみたいな。で今日は晩ご飯はそれでいきたいと思います。甘エビとこちらのエビ3種盛り丼です。今日は網走に戻ってまいりました。皆さん今日もハードワークお疲れ様です。エビは刺身では食べないんですかというコメントをいただきましてですね、もちろん食べますけど個人的にはちょっと火を通した方が好きなんであんまり食べないですね。あとですね、生のまま剥ぐのがちょっと面倒くさいっていうのもあります。でぜひ甘エビと食べ比べてみてくださいということなんで、甘エビもご用意いたしました。ご用意おかしいな。甘エビも用意いたしました。では持っていきましょう。今日ももりもりしていきます。ガラエビです。ガラエビ、これはベイカ大好きです。ベイカちょっとちっちゃくいってくれた方がいいな。で平らぎ、ベイカは現在ゆじぽんママがイカそうめんにしてくれてます。平らぎと、これ童顔です。童顔で、これがなんと芝エビ、大きく見えるでしょう。でも芝エビです。本当に芝エビなんです。あれよいしょ。あれ2年もですかね、あの大きいやつ。そして甘エビ、これくっついとるやん。なんでこんなくっついたの？冷凍じゃけんってこと？なんか薄皮があるじゃないかい。わからんかった、こんなん。全然見えんし。甘エビです。彩り良くなりましたね、甘エビを置くことによって。素晴らしい。ただこれは甘エビが圧倒的不利でしょう。これ取ったばっかりの甘エビなら多分甘エビ優勝でしょうけど、明らかに鮮度的に劣りますんで、だいぶ甘エビにハンデがありますよね、これ。そこを加味して食べ比べてみたいと思います。ベイカです。ベイカとどめに置きましょう。ではより島の醤油をかけまして、今日は醤油でいきます。まず甘エビからいきたいと思います。嗅覚の感覚過敏がありますので、やっぱり冷凍物ですから臭い。圧倒的不利です、甘エビ。ただやっぱり甘い。最初に匂いが来てしまいますが、甘くて美味しいことに間違いはありません。取れたてを食べるとめちゃくちゃ美味しいことは想像できます。ではガラエビいきます。よいしょ。
鮮度の違いが明らかすぎる。もうこの食感がもう全然違う。甘エビもトロトロですけど、もうコリッコリです。ガラエビ。ガラはですね、多分この3種類のエビの中では一番甘いんですよね。うちの母なんかはだからもうガラの刺身は好きですが、他のはあんまり食べないみたいな感じですね。やっぱガラ美味しいですね。甘エビと比べてどうね。やっぱり甘エビの方が甘い。ガラの方が甘い。鮮度だろ。鮮度だと思います。甘エビっていう名前ですから、もう取れたて食ったらもうめちゃくちゃ甘いと思います。童顔です。これまたこう歯ごたえがすごいですね。味はやっぱり童顔の方が大きいんで大味ですね。芝エビちょっと大きいのを絵的にいいと思って大きいのもうこう乗せましたけど、味は絶対こっちのちっちゃい方が美味しいと思うので、こちらいきます。ちっちゃい方いただきます。やっぱりね、味が薄い。芝エビはこの3つの中であっさり、この3つの中で一番安い理由はちょっと分かる気がする。でも湯がいたら自分はこの味のなさが芝エビが好きなんですけど、刺身になってくるとやっぱちょっと話が違いますね。芝エビちょっと他のエビに比べていまいちですね。来年プレゼントが当選された方はこの3種盛りもやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。にゃんこ先生とゆらりしょん。にゃんこ先生に混じった。